加工2回目です。でアンスプラッシュのサイトのスカイで検索してたくさんあったんですけれども、ちょっとこちらがね幻想的で色も綺麗なので1回目の応用で描けるんじゃないかなと思うので、こちらの空を描いていこうと思います。画像を長押しして画像保存、そしてプロクリエイトに行って追加写真を挿入、先ほど選んだ写真を挿入して、まずは画像から空の色を撮っていきたいと思います。ここの四角をクリックして、まず濃いめのところを選びますね。そしたらパレットプラス新規パレットを作成、ここに色を追加していきます。明るめの色を選択したいのでここら辺にしようかな。はい、結構明るいグリーンを、エメラルドグリーンを選びました。次は少し濃いめの暗めの色を、はい、この3色でまず、空を作っていきたいと思います。そしてその後雲を描いていくので雲の色も取っていってしまいますね。このピンクすごい幻想的ですよね。明るいピンクのところを選んで、あとこの濃いグレーのところも選びますね。こう選んで、はい、で雲なので白は使うので白も作っておいてください。白はクラシックのこう角っこに持っていくと白が作れるので白も一緒にストックしておいてください。はい、そしてこの画像は隠してしまって、でも画像を見ながらやりたいのでこうクリックしてキャンパスの基準イメージをクリック、イメージを読み込む、先ほどの画像をクリックしてここの上を持ちながらヒュイッと端の方に持ってきてワンクリックでフルサイズになります。まずですねグラデーションを作っていくので、こちらのエメラルドグリーン3色のうちのこの上の階層にあった色を選んでインキングのスタジオペンでいきましょう。そして空がこう斜めに色が入ってきているので新規レイヤーを追加して、はい、そして今度は中間明るい色のエメラルドグリーンをこのぐらいかな入れて、今度は濃いグリーン色を選んで、はい、ここに入れてきます。そしたらここクリックしてモーションブラレイヤー、こう斜めな感じでね少し指を入れていってもらってこんな感じにしておきますね。はい、こんな感じの、空が一度作ることができました。はい、それでは雲を描いていきたいと思います。今日の画像の雲を見ると結構ねエッジが立っているというか端の方がくっきりしてるんですね。ちょっと雲用のブラシとちょっとエッジのしっかりしたブラシと合わせてやっていければと思います。まず雲の新規レイヤーを用意してオーガニックのレインフォレスト、こちらをまず使っていきますね。白を選ばれて、はい、中間よりちょい下ぐらいにしときましょうか。こんな感じでねちょっとバーッと横に入れていってみます。こんな感じですね。今ここら辺を描いていますね。でいってこのもわっとしているので少し入れておきますね。はい、はい、一度ここまで作ります。はい、それではここの立体的なくっきりした雲を描いていきたいと思います。ブラシをクリックしてここですね、輝く度数の度で輝度って呼びますね。輝度のネビュラ、こちらをクリックします。そして大きさは中間より少し小さめにしてわーっとねこの大きな雲の形になるようにわーっと描いていってください。もこもこもこってですね。この辺のくっきりした雲の時はサイズも細めにしてクリクリクリってちょっと描いていただけるとエッジが立ってくると思います。こっちの雲もあるんですけどちょっとこちらメインで、
描いていくような感じにしますね。わーっとこのくっきりした雲のところをしっかり出すのがポイントですね。多少程度も形は変わってくると思うんですけれども、それもやっぱり雲なのでね、雲は動きますから自由な形になってもいいと思います。ただ特徴はね、せっかくなので捉えたいなと思うので、私もなるべくねその特徴に近づくようにいろいろ試行錯誤はしていきたいと思ってます。であとはもうここら辺は少し大きめにしてわーってやっていってください。こっちの雲もせっかくなので軽くでいいので、ちょっと少し形を整えてあげるぐらいに感じで、少し、ざっくりと入れてってください。こんな感じですね。まずブラシ輝度のネビュラでこういった形を作りました。次にですね、この今塗ったところを選択をクリックしてプラスの新しい新規レイヤー上に作ります。それでピンクを選択してエレメントの雲、こちら選んでおいてください。そしてピンクのところをこの上にぐわーっと塗ってあげてください。ピンクが薄いところは薄くで、ちょっと強いところはブラシを少し細めにして色がはっきり出るような感じにされるといいと思います。一旦選択を外して上に新規レイヤーを作ります。そして一回ちょっと薄いピンクもね入れたいので、同じ雲ブラシで大丈夫ですので、ふわーっとピンクも少しピンク入ってますよね、入れて、そしてこのまま同じレイヤーでいいのでグレーを選んで、ここら辺がグレーなのでふわーっとまたグレーを少し色薄くしましょうか。薄くしてちょっと大きめにしてわーっていう感じで入れていってください。そしたらまた上にレイヤーを追加して同じ雲ブラシで色の濃度を上げて少し下げて、このちょっと濃いグレーのところを描いていきますね。だいたいでいいです。なんとなく形を捉えていただいて塗っていく感じで大丈夫です。こういう感じですね。こういう感じで塗ってください。なんとなくね雰囲気がつかめてきたというか、ちょっと雲に近づいてきたなっていう感じですね。そしたら若干ねここら辺グリーンが入ってるんですね。なので今度は薄い中間色のグリーンを選ばれて、ふわーっとねグリーンを入れてあげるといいかなと思いますね。そしたら最後にここのちょっと光っているところを表現したいので、上に新規レイヤー新しく追加して色は白で大丈夫です。またネピュラを選んでもらって、ちょっとここのところを光っているところをクリクリクリってあえて光らしてあげてください。いかがでしょうか。こういう形で雲を表現してみました。一旦空と雲はここで完成なんですけれども、せっかくなのでこの雰囲気のある月、ここありますよね。これを描いて終わりにしたいと思います。それではですね、月を描いていきます。こちらの先ほどの雲はまとめちゃってグループ化して、じゃあレイヤー上に作ります。一旦ね。そしてブラシはとりあえずインキングのスタジオペン使います。そ
そしてちょっと見やすいとこ後で月動かすので見やすい空の位置で一回描きますね。こんな感じで描いてもらってちょっと長押しするとキュッとラインが綺麗に出ますので感じですね。もう一回月の形で描いていきます。はい、そしたら月を選択して上に新規レイヤー、こちらの月は隠してしまってください。そしたらカリグラフィーのケツ岩ブラシ、こちらをクリックしてブラシサイズは最大で全て塗ろうとしないでちょっと右側だけヒュイーと塗ったら、ここのモーションブラレイヤー、そして指でねちょっとスライドさせてこんな感じで透過します。はい、これでもだいぶ雰囲気すごく良くなってきたんですけれども、あともう一工程加えようかなと思うので、ここの月をもう一度選択して月はもう一度隠しちゃってください。この月の上にこのチョークで少しザラザラ感を描いていきたいと思うので、色は半分ぐらい薄くしてしまってざーっとちょっとこれなんだろう、月ならではのちょっとザラザラ感というか、そんなのを軽く描いてみてください。はい、こんな感じでいいと思います。そしたらこれ全部一旦グループ化しちゃって、私さっきムーンって書いたな、これごめんね、ここは雲でしたね。はい、じゃあ月は月でグループ化したので、このまま白矢印クリックすると全体的に動けるので、好きな位置に月を配置してこんな感じでしたよね。はい、そしたら雲の下に持っていきたいので空の上に月を配置してみてください。そうするとこういう感じで月があるので、あとはちょっといい感じの角度とかにしてもらって、はい、それでは月をサイズ調整して合わせていただいたら、ここの空を見ると月の後ろが少し薄暗い空なんですね。なのでスカイを選択して一度複製してしまってもいいんですけれども、白矢印でちょっと暗い部分の空に当たるように月が調整をして、そしてこのままぐわっとこっちを大きくするとちょうど暗い感じになっていくと思うので、空の明るさも好みなんですけれども、そんな感じで微調整して雰囲気出されてもいいと思います。今日は幻想的な空でちょっといろんな描き方をちょっと取り入れてみたんですけれども、是非好きなように描いてみてください。今日見てくださってありがとうございました。